古漢は初代皇武帝、二代明帝、三代昭帝、四代和帝と初期に名君が続いた。彼らはいずれも政務に精勤し、迷信を登用し、儒学を奨励し、自ら進んで質素倹約な生活に甘んじた。その影響により、後漢は末期に至るまで迷信が絶えず現れた。後漢を代表する迷信の一人に、河能郡下院県の養親がいる。保信はある時慶州志士から東来大使に移動し、任地への途中に醤油を通った。ここの県令は養親が以前に推挙した大光という人物であった。その夜大光は本陣である養親のもとに拝察にやってきた。以前に推挙いただいたおかげで、この醤油の県令になることができました。ささやかですが、ほんのお礼の気持ちです。どうぞお受け取りください。私は君を知っている。なぜ君は私がどういう人か分かってくれないのか。そんなことをおっしゃらずにお受け取りください。すでに夜も更けております。誰にもお分かりはしません。天が知っている。地が知っている。私が知っている。君が知っている。どうして誰も知るものがないと言えようか。これは失礼をいたしました。このように養親は公正にして清廉潔白、密かに個人的な頼み事を受けることすらなかった。彼の子や孫は常に粗食ばかりで馬車に乗ることもなかった。彼は時の安定に仕えて大位まで務め、安君の安定の政治を強制しようとしきりに還元を行ったが、かえって残減を受けて死に追い込まれた。後に順帝によって隠罪が晴れ、大勢の人の見送りのもとで改装されることになると、一条もある大きな鳥が現れ、養親の棺の前に止まり、頭を下げて悲しげに声を上げて、涙が地面を濡らした。養親が改装されると、この鳥はやっと飛んでいったという。その子の傭兵も迷信であり、貧困に優れていた。彼は言った。私には一つ惑わないものがある。酒、女、金である。このような傭兵は若年の官邸の時効として少々享受し、さまざまな官を歴任した後、延期5年、大尉となった。大将軍領木之から3年後、この時宦官が猛威を振るっており、政治は腐敗を極めていた。慶州では反乱が起き、領州では京の侵入が活発化し、朝廷の財政は急合していた。大尉の傭兵と士空の集計はこの状況を何とか改めたいと考えた。最近は正式な登用審査を受けずに官吏になった者があまりに多く、汚職が蔓延し、その結果反乱が突発しております。各地の長官に命じ、能力不足などで罷免すべきものを確認させ報告させるべきです。わかった。そして傭兵の上層により死し、大使ら50人余りが死刑となったり免職されたりし、天下は皆粛然とした。表記の中殺以後ばっこしていた宦官5人、前朝、徐行、愚園、左官、当行のいわゆる5校も次々に悪事が発覚し、軽視したり退けられたりして全員いなくなったのである。しかし宦官勢力そのものが一掃されることはなく、代わって祖公、官派、公覧などが用いられるようになる。上京して各地の事情を報告する経理の多くは、朝廷に残って当官の位を与えられており、今やそれが700人以上もおります。国家財政が厳しいのに、彼らの多くは働かずに高給を得ております。その上各地の悪い大使らは、そういった経理を通じて中央官僚に誤った情報を吹き込んでおります。こういうことはやめさせるべきです。そうか。その後、官邸の逝去まで経理はもはや朝廷にとどまらなかった。朝廷に過失があるたびに傭兵はいつも忠義を尽くして歓迎し、彼の意見は多く採用された。一方で官邸の親族、高級に不祥事が相次いでいた。まず官邸の弟の渤海王隆理は素行が悪く、僭越傲慢で不法行為が多かった。学人を集め主演享楽の生活を送り、道徳を逸脱していた。この状態が上奏されたが、官邸は王を拝するに忍びず、法地を削減して家問おうとした。国家財政が苦しい中にもかかわらず、官邸の高級には5、6千人もの救助がおり、皇帝の寵愛を競っていた。雑用の召使いはこの2倍いた。表記中殺のきっかけとなった東網城、すなわち当皇后は傲慢で嫉妬深く、官邸の寵愛した各貴人とお互いに告訴し合っていた。そして官邸の寵愛はすでに失われていた。延期8年、官邸の御のりにより当皇后は廃され、彼女は高級の房室に入れられて殺害された。無事で家内院の当番生と甥の当会も投獄されて殺された。陛下陛下、おや、このキンキラキンは何にございますか。音楽も何か聞き覚えのないような。かっこいいだろう。これは父の教えと言ってな、遥か天竺から伝わってきたものなのだ。天竺とは、あの西の果てにある天竺ですか。そうだ。他の地にはブッダとかいうものが古に始めた教えがあってな、このような像を拝むそうじゃ。
なかなか面白そうにございますが、ところで司令行為から上書が参っております。次の皇后のことだそうで。シンは一番大好きな伝星ちゃんを皇后にしてやろうと思ってるのだが、何か文句でもあるのか。天使は低い家柄の出身であり、身分を飛び越えて皇后の位に上るのは適切ではございません。漢が張飛燕を皇后に立てると清帝の皇子は断絶してしまいました。母皇の身分の重さは国家の荒廃に影響します。司令行為め、痛いところをついてきよったな。官邸は王子が生まれても皆幼くして亡くなっていた。嫉妬深い当皇后が他の宮女の産んだ子供を殺していた可能性もある。もともと皇統が断絶したところに迎え入れられた官邸としては、なんとか王子を設けて皇統を伝えていくことがこの時極めて重要な課題であった。低い身分の女を皇后に立てて皇統を立ってしまった清帝を引き合いに出されると陣も弱いな。しょうがないか。官邸はやむなく不風の豪族当主の一族の出身であると基準を立てて皇后とした。皇后の父親の東部が越旗行為戒離皇となった。さて、官邸の時期には汚職官僚が蔓延し、彼らは宦官らと一緒になって正義派官僚たちを陥れていた。地方官としても辺境の将としても活躍し、登竜門の言葉のもと伴ったと言われるリオ。彼もまた宦官や汚職官僚に陥れられ投獄されていた。慶州の反乱鎮圧に大功績を挙げたフーコンも帝位となった後陥れられて投獄されていた。かつてフーコンと共に慶州征伐で活躍した王侯が上奏し、フーコン、リオらは国家の迷信であると切々と訴えた。これにより彼らは赦免されることができた。しばらくするとリオは司令行為に任命されたのである。司令行為は都洛陽を含む司令行為部、平たく言えば首都圏の監察長官であった。三皇以下のすべての中央管理のあらゆる不正を取り締まる強い権限を有するという点で極めて重要な官職であった。かつて官邸が領地を駐殺した時、領地の屋敷を包囲したのは司令行為の帳票であり、後に家臣が宦官を滅ぼそうとした時も袁紹を司令行為に任命した。紹介の際には司令行為、証書令、領主中将はそれぞれ単独の席を与えられる特別な位置づけで三独座と称された。この司令行為に正義派官僚の代表格であるリオが任命されたことで悪徳官僚や宦官たちは恐れおののいた。兄貴、俺をかくまってくれ。どうした？お前は八王の厳令を務めているというのに、なんで洛陽に勝手に逃げ帰ってきたんだ？離行為だよ。離行為に追われているんだ。捕まるとまず助からねえ。あと、俺に恩赦を出すよう陛下に願い出てくれ。それはまずい。よし、この家にハリボテの柱を急いで作るから、お前はその中に隠れていろ。ほい、八王厳令の調査区の居場所を突き止めました。谷の長城の家の中にかくまわれております。よし、長城の家に乗り込み徹底的に捜索するぞ。絶対に逃がすな。は？張作め、お前が八王で貪欲残酷の限りを尽くし、妊婦を理由もなく殺すなど数多くの悪事をなしたことは全て調べがついておる。どこに逃げようと無駄だぞ。司令行為である。ここにお尋ね者の張作がかくまわれているとの情報を得たので捜索する。よし、やれ。弟はここには参っておりません。何かの間違いです。壁の後ろ、柱の中まで全て調べ上げろ。ほい、この柱だけ叩くと音が違います。中が空洞なのかもしれません。破壊して中を調べろ。家が壊れてしまう。見つけました。柱の中に潜んでいました。よし、引っ立てよ。リオは張作を投獄し、自供書を取り終わると即座に殺してしまった。長女が官邸に弟は冤罪で殺されたと訴えれたため、官邸は御のりでリオを召し出して詰問した。張作を上奏することもなく勝手に処刑するとは何事か。愛記によれば、君主が皇族の罪を許そうとしても法を執行する役人は従わなくてよいとか。孔子は炉の施行になって7日目に小聖母を死刑にしました。今私はすでに着任して10日になり、仕事が遅いことを咎められることを恐れており、なんと早すぎることを咎められるとは思いもよりませんでした。私の不行き届きは存じており、死罪も厭うものではございませんが、願わくばあと5日の猶予をいただき、その間に悪者どもを根こそぎにした上で釜茹での刑としていただければ、その他に願いはございません。おい、これはお前の弟の罪だ。試練に何の落ち度があるというのか。医師令を退出せよ。母。霊光宦官たちは皆息を潜めるようになった。あれ、お前たち今日は仕事休みじゃなかった。なんで宮中にとどまっているんだ。異行為が恐ろしゅうございます。下手に外出したら捕らえられて殺されてしまいます。この時、朝廷高級の好機は緩み切っていたが、リオだけは厳正な態度を保持していたことから、
その名声はますます高まった。イオは気高く近寄りがたく、前述の通り彼に面会がかなった人物がいると登竜門と呼ばれたのである。諸南軍出身の藩法、かつて大位後継の縁属として汚職官僚20人以上を瞬く間に弾劾告発するなど、20代半ばにしてその仕事能力と志の高さを天下に轟かせた彼は、天下の情勢に失望して退職し郷里に戻っていた。しかし時代は彼を放っておかなかった。諸南大使となった宗氏は以前から藩法の名声を耳にしており、彼に頼んで構想、すなわち軍の人事責任者についてもらった。藩法は職務に厳正な態度で臨み、悪を憎んだ行いが皇帝に背き、仁義に外れた者は漏れなく放逐する一方で、節義のある者を推薦し世に潜む賢治を抜擢した。霊符お呼びですか。中将寺の東光殿から西平家の李将を官に推挙してほしいとの要請だ。はあ、李将は素行が不良で郷里でも悪名高い人物ですよ。あ、そんなことはわしも知っておるんだがな。とはいえ東条寺の依頼を断るわけにもいかんだろう。当時東光の県政は大変なもので、世の人々は東光は何でも思いのままと評していた。藩構想が承諾するとは到底思えません。李将は藩構想の母方の甥だ。わしが辞令を下せばさすがに反対しないんじゃないか。ちょっとお前うまいこと説得してこい。へえ、私がですか。兄、李将だと。はい、大使の辞令がこちらに。いかに大使の辞令があったとしても、あのような不適切な人間を任命するわけにはいかぬ。どうしてもというならわしをクビにすればよい。母。お前の説得が足りないからこうなったんだ。藩構想は潔白な方で、李将と比較すると名刀と腐った木ほどの違いがあります。私は鞭打たれて死のうと藩構想を裏切るわけには参りません。全く。このようなこともありつつ、宗氏は藩法を全面的に信頼し、軍の政治を任せたのである。諸南軍の悪人どもは皆藩法を恨み、藩法の採用した人々を指して藩党と呼んだという。古漢中期、天下には100余りの軍国があった。人口が2番目に多いのがこの諸南軍で210万人余り、そして人口が最も多いのが南陽軍で240万人強だ。諸南軍に藩法がいるように、南陽軍にも神出という高い才能を持つ人物がいた。彼は至極や各隊から友人として扱われ、李王も彼を国家を担う才幹を持つ人物と認めていた。清心という人物は南陽大使に着任すると、自らの威厳を高めようと考え、名声の高い神出に依頼して構想になってもらった。清心は神出を信頼して軍の政治を任せた。そのため人々はこう噂したという。諸南の大使は藩毛伯、南陽の宗氏はただ署名するだけ。南陽の大使は新高校、効能の清心はただ座って吟詠するだけ。神出は中族総理の長牧とともに善人を表彰し、法令反射を正し、軍の政治は粛然とした。変に長子という商人がいた。官邸の美人の外籍であり、彫刻や金属細工などの廃外品を多く取り扱い、頻繁に宦官に賄賂を送ることで高い位を得ており、牽制を頼んで戦王を欲しいままにしていた。霊符、あの長子の法律をまるで無視した横暴ぶりは目に余ります。逮捕して獄に下し、法にのっとり、叱るべき処刑を行いましょう。そうか、わかった。この修羅に任せる。神出、長牧は長子を逮捕し、一緒になって悪事を働いていた一族や賓客200人余りを一緒に投獄した。こちらは大元軍。同じ頃、宦官で信陽出身の長信という者がおり、彼も貪欲で法律を無視して欲しいままに振る舞っていた。霊符、あの長信は大きな災いです。逮捕して処刑するのが妥当です。わかった。こうして南陽では神出、大元では王院がそれぞれの地域の悪党を捕らえたのだが、その党派が宦官勢力に頼み込み、官邸に対して働きかけさせた。その結果、官邸は恩赦を下し、逮捕された長子、長信とその一派は釈放されるかと思われたのだが、南陽では神出が結局長子をはじめ200人余りを処刑し、朝廷に事後報告した。大元でも王院が長信を誅殺した。陛下の命令に逆らう謀反人が出ました。何秦の命令に逆らうだと。南陽軍と大元軍です。陛下が恩赦を下されたにもかかわらず、この両軍は恐れ多くも陛下のご意思を無視し、勝手に誅殺を加えました。秦を無視して勝手にそのようなことをするとは断じて許せぬ。宦官たちの讒言もあり、自らの命令に背いて2つの軍が勝手な行動を取った取り返した官邸は激怒した。そして南陽大使の精神、大元大使の流出を捉えて投獄したのである。関連部署も宦官たちの意向をおもんばかり、精神、流出の罪は公開処刑に値すると奏上した。しかしこれを何とか止めようとする人物がいた。この時大尉を務めていた陳範である。もともと長子、
長信は各地で悪をなしており、その罪は極めて重い。二人の大使の行動は国を思ってのことだ。これはわしが陛下を追いさめせねば。はいから上奏です。どれどれ。今、外には賊が手足の病のようにはびこり、内政が内臓の病のように乱れ、国家の危機は深まる一方です。陛下は公の身分から飛び越えて、天使の位を継承なさいました。小さな家の子孫でも先祖の積み上げた事業を失ったことを恥とするものなのに、ましてや陛下は天下を有するという事業を先帝より受けていながら、どうしてこの事業を怠け、軽視されておられるのでしょうか。小公門の長信、大悪人の長子等は、鈍難暴虐な行為を行い、陛下の周辺の者どもに取り入りました。前の大殿大使であった流出、南陽大使であった清信は、彼らの行為を正して誅殺しました。赦免を下したにもかかわらず誅殺したとはいえ、悪を去ろうとしてのことであり、どうしてお怒りになるべきことがあるのでしょうか。刑罰を加えるのもやりすぎであるのに、さらに暫定に処するおつもりとは。陛下には、近従が政治に関与するという根源を断ち切り、少々朝廷の事情に参加させ、愚行交換は5日に一度朝会に参加し、清廉高潔な人を選び、寛寧邪悪な者を排除してください。陛下はこのような言葉を聞くのはお嫌かと存じますが、君主たる者は自ら努力されなくてはならないのです。なんだこいつムカつくな。上から目線ですな。いかに陳藩が陛下を舐めているかがよくわかりますな。陳藩らの使人どもは徒党を組んで陛下に圧力をかけ、天下を自分たちの思いのままにするつもりなのです。こんな大臣はクビだ。こうして陳藩は大義名職となり、清信、流出はいずれも公開処刑された。世の心ある人々の官邸に対する失望と宦官勢力に対する憎悪は高まった。そして宦官勢力も陳藩をはじめとする使人を深く恨むようになった。正義派官僚と宦官一派との対立はこうして先鋭化していき、これが間もなくさらなる悲劇を生むことになるのである。高麿です。最後に紹介した陳藩の上奏文ですが、かなり激しいトーンで官邸を諌めているように思います。はいという進化ナンバーワンであった彼の言葉から伺えるのは、官邸が朝廷の百官から政務を聞く機会が少なく、もっぱら宦官の言葉を聞き入れていたという実態、そして世の人々がそれに対して不満と失望を強く抱いていたという状況です。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。